ドジャースタジアムの人影のない内部通路で、黄色い照明の下、清掃用カートの影が伸びる中、大谷翔平は不意に足を止めた。彼はそっと合図して一人を呼び止めると、あらかじめ用意していたあるものを取り出した。この行動は、天敵ニック・マルティネスとの失望に終わった試合直後に起きたものだった。その試合で彼は4打数0安打、2三振に終わり、打率は2割9分8厘まで下がっていた。多くの選手がすでに去るか、あるいは記者会見の喧騒の中にいたその時、なぜ背番号17のスーパースターは人のいない片隅に残り、耳を傾け、これほどまでにひそやかな行動を選んだのか。その人目につかない静かな一角は、普段ならリーグの慌ただしいペースの中で見過ごされてしまうような出会いの背景となっていた。試合後の喧騒はすでに記者会見室の方へと引いていき、そこには静かな空間だけが残されていた。大谷はバックパックを背負ってクラブハウスを出ると、選手用駐車場へと足早に向かった。通路の曲がり角のところで、スタジアムの女性清掃員が立って待っているのに気づく。いつもと違い、彼女の手には見慣れた清掃用具がなかった。その様子もどこかためらいがちで、普段の軽い会釈とは明らかに違っていた。彼女は一歩近づき、少し途切れがちな声で話し始めた。今このタイミングでお邪魔してしまってごめんなさい、翔平。今日がこのスタジアムで働く最後の日なんです。交通事故に遭った息子の世話をするために、仕事を辞めなければならなくて、これまでずっと、あなたのプレーを見たり、この場所を掃除したりすることが、私にとって大きな喜びでした。大谷はすぐに足を止めた。体の向きを変え、その女性と正面から向き合う。94.2 マイルのマルティネスの速球に空振りした打席を含め、苦しい打席を終えたばかりだったが、その張り詰めていた表情はすぐに和らいだ。彼は落ち着いた姿勢を保ち、急いで立ち去ろうとする様子も、苛立ちも一切見せず、目の前の相手に全ての注意を向けていた。軽くうなずき、低くゆっくりとした声で答えた。息子さんのこと、本当に残念に思います。これまでいつも綺麗にしてくださって、そして優しく笑顔で接してくださって、ありがとうございます。そのおかげで、球場に来るととても安心できました。あなたはいつも、まるで優しい母親のように僕を支えて励ましてくれました。女性が軽く頭を下げて立ち去ろうとしたその時、大谷は手を挙げて少し待つように合図した。背負っていたバックパックの横の小さなポケットのジッパーを開け、丁寧に白い封筒を取り出す。その封筒はあらかじめそこに用意されていたものだった。彼は一歩近づき、両手でその封筒を女性に差し出し、まっすぐ視線を崩さずに、同時に日本の伝統的な作法通り軽く頭を下げてこう言った。息子さんへのささやかな贈り物です。どうか一日も早く回復されますように。女性はその場で立ち尽くした。両手で白い封筒をしっかりと握りしめる。目の端は赤くなり、涙がにじみ始めていた。その反応は大きく泣き出すこともなく、ただ静かな感動の中で言葉を失う形で現れ、その時の通路の静けさと重なっていた。通路の奥では、数人の警備スタッフが一部始終を見ていた。誰一人として近づくことも声を発することもなく、ただ静けさを保ちながら、驚いたように目を見せ交わしていた。彼らは皆、大谷がその夜バッターボックスで苦しんだことを知っていたが、それでも清掃員とこれほど長く立ち止まって話す姿は予想を超えていた。その瞬間はすぐに終わりを迎えた。大谷はもう一度頭を下げると背を向け、再び駐車場へと歩き出した。その光景をテレビカメラが捉えることはなかったが、その夜のうちに、この話はドジャースタジアムの通路を伝って、囁きのように広がり始めた。試合後、クラブハウスでムーキー・ベッツがこの出来事をメディアに語った。球場スタッフから偶然この話を聞いた時の反応を問われると、ベッツはこう振り返った。みんながその話をしているのを聞いて、思わず立ち止まったよ。待ってくれ。あいつ、0、4-4の後にそんなことをしたのか。ってね。今夜ニック・マルティネスにどれだけ苦しめられたか、みんな知ってる。三振も2つして、打率も下がった。それでも、あいつはそれをやったんだ。ベッツはさらに、その行動の中で自分に最も強く残った点について語り続けた。正直に言うと、印象に残ったのは贈り物や封筒そのものじゃないんだとベッツは言う。
完全に立ち止まったってところなんだ。わかるだろ。歩きながらスマホをいじるわけでもないし、せいでるんだって顔も一切ない。打てなかった苛立ちを、その瞬間に持ち込むことも絶対にしなかった。あいつはそこに立って、向き合って、最後までしっかり話を聞いていた。選手たちの一般的な心理について、ベッツは率直に自分自身と比較した。正直言って、俺はダメな日は全て避けるべきだと思ってた。打席で最悪の夜を過ごしたら、本能的に車に飛び込んでドアを閉めて、誰とも関わりたくなくなる。でもこの出来事を見て思ったんだ。多分、一番落ち込んでるその瞬間こそ、本当の自分が出るんじゃないかって。ベッツは、大谷に直接理由を聞きに行った時のことも思い出した。我慢できなくて、翔平に直接聞きに行ったんだ。なんで今日に限って立ち止まったのかって。そしたらあいつはすごく短くこう答えたんだ。彼女は毎日僕に挨拶してくれる。だから今日は無視できなかった。ってね。すごくシンプルだけど、あいつの生き方そのものを表してる答えだった。最後に、ベッツはこの話を野球の数字を超えた視点で締めくくった。このクラブハウスでは、いつもメンタリティとか、メカニクスの調整とか、ピッチャーへの対応とかを話してる。でも今日みたいな通路での静かな行動こそが、人としての基準を本当に作るんだ。それは俺たちに思い出させてくれる。偉大な選手になる前に、まずちゃんとした人間であることの基準が必要なんだって。その直後、MLB ネットワークの放送で、専門家グレッグ・アムシンガーはこの話を全く異なる視点から取り上げた。アムシンガーはまず、統計を脇に置くことから話を始めた。この話を聞いたとき、まず一つ確認しておく必要がある。これは0、4-4の成績とは関係ないし、打率が2割9分8厘に下がったこととも関係ない。大谷がどう封じられたかとも関係ない。この話は、スタジアムの照明が消えた後に、一人の人間がどんな行動を選ぶかという話だ。彼はさらに、大谷の行動をリーグ全体の一般的な行動パターンの中において分析した。このリーグの現実を見てほしいとアムシンガーは言う。ニック・マルティネスのような天敵に完全に抑え込まれた夜の後、多くのスター選手はできるだけ早くその場を去ろうとする。ネガティブな感情を断ち切りたいし、誰にも邪魔されたくない。駐車場へと足早に向かうのは、プロアスリートにとって最も基本的な自己防衛の反応なんだ。司会者が精神的プレッシャーについて話を振ると、アムシンガーは日本人スターの行動にある逆説を指摘した。そこが確信なんだ。プレッシャーが大きいほど、人は内に閉じこもろうとする。自分の失望の中に自分を閉じ込めてしまう。でも大谷は全く逆のことをした。自分自身から意識を外し、それを一人の清掃員に向けたんだ。それも、本来なら最も気持ちが重くなっているはずのタイミングでね。アムシンガーはさらに、この出来事が起きた場所の文脈にも触れ、その真実性を強調した。この点を忘れてはいけない。これはメディア向けのパフォーマンスじゃない。PR 用のカメラもなければ、イメージ戦略も一切ない。人目の届かない、人気のない通路の片隅で起きた出来事だ。誰にも求められていないからこそ、その行動の価値はこれ以上ないほど明確になる。分析を締めくくるにあたり、アムシンガーはこの話が専門家たちの視点をどう変えているかを語った。こうした静かな瞬間が、スポーツにおける偉大さの定義を静かに塗り替えている。偉大さは、ホームランや三振でどれだけ試合を支配するかだけではない。どう振る舞うか、周りの人にどう接するか、たとえフィールド上で偉大な結果を出せなかった日であっても、そこにこそ現れるんだ。